はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄斗です。2023年もいよいよ終わりますが、今年はスターディにとって大きな飛躍の年になりました。河野塾イズムが本格始動し、教育界で覇権を取っていくことを宣言したり、理論というブランドを立ち上げ、販売したバックパックはすぐに完売したりと、多くの方の応援で大きく前進できた1年だったというふうに思います。実は2024年では、より一層飛躍できるように、水面下で革命的な施策が動いているので、ぜひね、そちらの方、楽しみにしていてくれると嬉しいです。それでは今年の締めくくりとして、今回は、僕がね、独断と偏見で選んだ2023年大学入試で一番難しかった難問ランキング第1位の問題を解説していきます。栄えある第1位に輝いたのが東京大学理系第6問。この問題は今年の問題の中で、難易度が頭一つ抜けてたと思うんですけど、僕がですね、初見で解いた時はそんなに難しく感じなかったんですね。僕が難しい問題に立ち向かう時にどのようにアプローチしているのか、その思考プロセスを余すところなくお伝えします。ぜひ数学のパズルのような面白さを一緒に味わってもらえたら嬉しいです。僕自身が直接教える徹底基礎講座数 1A、2B、3 も絶賛開講中ですので、ぜひね、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。それでは早速、今年一番難しかった東京大学理系第6問を解説していきます。問題文長いので、まずは括弧1だけ抜き取りますね。問題はこちら。O を原点とする座標空間において、不等式これらの表す立方体を考えると。で、その立方体の表面の値、Z 小なり値を満たす部分を S とする。これをね、図示すると、要は、一辺が2で、上面だけ空いてる、こういう立方体を考えましょうって言ってるんですね。その中心が O になっていると。で、今回の問題が、括弧1番、座標空間内の点 P が、次の条件1、2を共に満たすとき、点 P が動き得る範囲 V の体積を求めようと。で、一つ目が OP 小なりイコールルート3。で、2が線分 OP と S は共有点を持たないか、点 P のみを共有点に持つと。この問題のね、最大のポイントは、結局何を言っているのかっていうことをちゃんと翻訳することですね。まず一つ目、今考えているのは、点 P が動き得る範囲と。で、一つ目の条件がね、OP 小なりイコールルート3。つまり、点 P があったときに、この OP の長さがルート3以下と。このことからね、明らかに点 O を中心として半径ルート3の9の内側にあるっていうことが、括弧1より確定すると。続いて2番を見ると、OP と S。S はこの箱ですね。共有点を持たないか、点 P のみを共有点に持つ。このことからわかるのが、例えば点 P がここにあったら、OP が S をね、この箱を貫通しちゃうので、ここに P が来ることはありませんよと。つまりね、OP っていうのが、この箱を貫通しない、かつ OP の長さがルート3以下である。そういうね、点 P の存在する動き得る範囲の体積を求めてくださいと。こういう問題になるわけです。このように、一見ね、条件が複雑そうに見えることも、ちゃんとわかりやすくイメージしやすいように日本語に翻訳していく。これがまずね、重要な第一歩ですね。それではね、具体的に点 P どういう範囲動いていくかなっていうことを考えていくんですけど、まずはね、この点 O から各頂点。ここの距離がルート3なので、結局、立方体の内部のね、場所っていうのは全部点 O からの距離ルート3以下ですよね。ということで、この立方体の中身の場所、すべては、ね、点 P が動き得る範囲になりますよと。で、次のポイントっていうのが、上の面が空いていることですよね。ということで、これが空いていることによって、このように点 P がね、箱の外側だったとしても、動き得る範囲に含まれる場合があるわけですね。じゃあその範囲どこかなっていう話なんですけど、OP 小なりイコールルート3って言ったら9の内部なわけじゃないですか。なので、この緑色の部分、すなわち、半径ルート3の9の一部分っていうのも範囲に含まれるんですね。もうこれでね、形が分かったので、あとは体積 V を出していくんですけど、このね、形、正確に体積出せるでしょうか？ポイントはですね、対称性です。この図形を考える上で一番ね、肝になってくるのが、この緑の図形なわけじゃないですか。これが一体9の何分の1なのかっていう話なんですけど、これ対称性より6分の1だっていうことがわかりますかね？っていうのもね、今ね、点 O を中心として半径ルート3の9を考えた場合、その9の表面と O を結んだ線っていうのは、絶対ね、上面、下面、手前、
奥、それから右、左。この面のどこかと交わりますよね。もちろんこの6つの面は対称なので、そのうちね、上面を通過するものっていうものは6分の1になるわけですよ。なので、この緑色の部分の体積っていうのは3分の4パイ R はルート3の3乗の6分の1倍ということが分かり、残りね、青の部分のうち、この四角錐を除いた部分、四角錐もね、実は対称性より立方体の、体積の6分の1ということがわかるので、立方体の体積の6分の5倍。これを合わせて答え、3分の20プラス3分の2ルート3パイであるということがわかるわけです。よろしいですかね？この問題のポイントっていうのが、ちゃんと複雑な状況をイメージしやすいように言語化するか、その上でしっかりとね、この図形を対称性を利用して体積を求めることができるか、この2つが分かっていれば特に難しい問題ではなかったと思います。で、問題なのがこちら、括弧2番。これは本当にね、今年の問題でダントツで一番難しかった問題なんですけど、しっかりと順を追って考えていけば、実はね、解けてしまう問題なんですね。そのことをこの問題を通して見ていきましょう。では、括弧2番。座標空間内の点 N と点 P が次の条件3、4、5をすべて満たすとき、点 P が動き得る範囲 W の体積を求めようと。で、必要ならば 3α イコールルート3分の1を満たす実数 α を用いてよい。一応図を書いておくと、この立方体の箱のね、表面が S ですね。まず3が ON プラス NP 小なりイコールルート3。で、4が線分 ON と S は共有点を持たず、かつ5は線分 NP と S も共有点を持たないか、点 P のみを共有点に持つと。このことからね、わかることっていうのは、今回は括弧1と違って、ね、点 P までルート3の距離で行くんだけど、点 N っていうのを1個経由していいよっていうことなんですね。点 N っていうのを経由して、ON、NP と。いうふうに1回まで折れ曲がれると。で、その ON と NP の和、合計がルート3以下であってほしいと。そういうわけですね。で、この4と5っていうのは ON も NP も結局箱を貫通しないでくださいね。こういう話なわけです。このことからね、ぜひ気づいてほしいのが、括弧1で求めた領域 V っていうのはすべて動き得るということですよね。だって、N を経由しない一直線のものでも、ね、ここの部分通るんだったら、折れ線ありにした、要は縛りをより緩くした場合も、当然括弧1の V の部分は動くわけです。ということで今回考えてほしいのが、括弧1では通れなかったけど、括弧2、こういうふうに折れ線を考えて良くなったことによって、初めて通れるようになった部分、ここをしっかりと把握していくこと、これが括弧2のポイントなんですね。でもね、イメージすること自体は簡単で、だって、この立方体の中は、括弧1でも動き得たわけじゃないですか。で、ポイントはね、ここの上の部分が空いていることですよね。で、折れ線を使って、この外側に出る場合を考えたら、このように N がね、箱から飛び出して、NP がカクッと曲がって、OP を考えると、箱を貫通しちゃうよ、みたいな場所にね、点 P が来るっていうことを考えればいいですね。こういうカクの場合と。で、ここで一つだけね、前提の共有なんですけど、点 O から立方体の頂点までの距離っていうのはルート3なので、例えば、点 P がね、X も Y も1以上の点、ここに来ることはありえないですよね。だって、一番遠いとこでもここがルート3なわけだから、角でこっちの方に行くわけないじゃないですか。ということで、今考えなきゃいけないのは、この X だけが1以上の場合、あるいは Y だけが1以上の場合、あるいは X がマイナス1以下の場合、あるいは Y がマイナス1以下の場合、この4箇所で、対称性よりすべてね、その領域は一緒になっていると。ということで、そのうちのどこか1箇所だけ考えて、その体積を4倍してあげれば大丈夫ですね。じゃあ実際にね、ここの範囲において、点 P どこが存在し得るかなってことを考えていくんですけど、これがめちゃくちゃイメージしづらい。N がいろんなところ動いて、P もいろんなところ動いて、どうやって、ね、どういう形になっていくんだろうって、まずイメージできる人いません。N も P もごちゃごちゃ動いて、しかも ON プラス NP 小なりイコールルート3。この条件をうまくさばくのが極めて難しいんですね。ということで何を考えていくかというと、これ、奇跡領域の考え方で、順増法に対応して逆増法っていう考え方があったと思います。それを使うんです。具体的には、この点 P、領域 W に含まれるのか、こういう視点で考えていくんですね。点 N と点 P をね、
順番に動かしていくというわけではなく、今回はね、例えば、点 P、ここにあったとして、これは領域に果たして含まれるのか。じゃあ、ここは含まれますか？ここは含まれますか？っていう風に考えていく。そういう逆造法的な考え方で、この問題を見てあげると、非常にスムーズに解くことができるんです。じゃあ、逆造法の考え方が分かった。ということで、この点 P ね、これが領域に含まれるのかっていうことを考えていくと、結局ね、この折れ線、この長さの和を考えていくわけじゃないですか。これがルート3以下となる点 N があればいい。裏を返せば、ね、この箱スレスレでこうやって通っていったときに、この O からの最短距離がルート3以下かどうかっていうことを考えていけばいいんですね。こういう風に複雑な問題を簡単にどんどん言い換えていく。これがね、難問に対するアプローチで非常に重要なね、考え方なんですね。じゃあいよいよ最短距離っていうのを見ていくんですけど、これ最短距離どうなってるんだろうっていうのはまだ難しいと思います。ということで、今までね、学んできた最短距離の問題の非常にシンプルな場合を見ていきましょう。例えば点 A、点 B があって、この直線上に点 P があるとき、AP プラス PB が最小となる点 P を考えていきたいと。こういう問題、もう見たことありますよね。その時のポイントっていうのが、このように点 A と対称な点 A' っていうのを考えてあげること。こうすることによって、PA の長さっていうのは、ね、PA' と全く同じ長さになるわけですね。だから PA たす PB っていうのは、PA' プラス PB っていう風に言い換えることができるので、結局その最小値っていうのは A'、P、B が、これが一直線になるとき、ここに P が来るときということがわかるわけです。この考え方を流用してあげましょう。ON プラス NP の最小値を考えるときに、この NP をちょっと移動させてあげるんですね。ちょっともう一回ね、図大きく書き直しますね。今、このね、点 P まで O から進んだ時の最短距離っていうのを考えていくんですけど、ON プラス NP っていうのをね、うまく P を動かしてあげて、直線っていうのを作ってあげたいんですね。ということで、NP の長さが一緒になるように、点 P どうやって動かせるかなっていうことを考えていくと、この円上に点 P があるときは、常に NP が一緒になることがわかります。この円って何かっていうとね、P からこの赤の直線に垂線を下ろした足 H を中心として半径 PH の円です。そうすると、これね、N を頂点とした円錐、ね、この円錐を見ることができるので、当然 NP、これらの母線の長さはすべて等しくなるわけです。なので、この ON プラス NP のこの点 P の部分をここ自由に動かすことができるわけなので、結局ね、点 O とこの赤い直線と、この円状の点が一直線上にあるようなうまい点っていうのを見つけてあげれば、この直線において、ここに N' が来る場合、ここに P' が来る場合に、当然ね、ON プラス NP っていうのが最小になるので、この OP' の長さがルート3以下であれば、この点 P っていうのは領域内に含まれるっていうことが言えるわけです。逆に、この OP' がルート3以下だった場合、点 P がね、ここにある場合でも、ここにある場合でも、この弧状にある場合、すべて ON プラス NP の最短経路がルート3以下であるということがわかるので、この扇形のね、内側の領域は、すべて点 P が通過し得る領域 W に含まれるということがわかるわけですね。で、あとはね、今回求めたいのは W の体積。体積を求めるためには、X イコール T で切断した時の断面積をね、積分していくことなわけなので、この扇形の半径及び中心角、これを求めていきましょうと、こういう話に様変わりするわけです。ではね、実際に求めていきましょう。もう一回ね、図書きますね。今回ね、ちょっと図の見やすさの観点から、P' を Y が1以上のところに取りました。でも対称性より、ここにある場合も、ここにある場合も、ここにある場合も全部一緒ですからね。後で4倍すればいいだけの話です。じゃあ今ね、この場合、P' から、この横の赤い線に引いた垂線の足、この X 座標が T だとしましょう。当然 P' の X 座標も T なわけなんですけど、この時考えたいのが、OP'、この長さがルート3である。この時、この扇形の中心角、そして半径は T を用いてどのように表せますかっていう話ですね。ここでぜひ考えてほしいのが、この2つの三角錐が相似であるということ。
これによってね、当然、このね、左側の三角錐のこの面、この三角形は直角二等辺三角形ですよね。この長さが1、この長さが1、ここ直角と。ということで、これに対応するこっち側の面も直角二等辺三角形になると。このことから、このね、形に落とし込むと、この三角形が直角三角形ということがわかるんですね。ということで、この扇形の中心角は当然135度と、このように求めることができるんです。あとは、この扇形の半径ですよね。この扇形の半径は結局、ここの緑色の線の長さになるので、あとはね、適当に座標、例えばここを t11 っていう風に置いてあげて、p' もこれ taa みたいに置いてあげると、ここの op' の長さがルート3っていうのを使えますね。これを使うことによって、t2 乗足す a2 乗プラス a2 乗、ね、t2、op' の長さ、t2 乗足す a2 乗足す a2 乗っていうのが3ということから、a っていうのが、ルート2分の3引く t2 乗ですよと。今回 a が正の方で取ってますからね。このことによって、r。この扇形の半径、rt っていう風に置きますか。この長さっていうのは、ここの部分、すなわち直角二等辺三角形の斜辺なので、a-1、これのルート2倍ですね。よって、この a にルート2分の 3-t2 乗を入れて、ルート2をかけてあげれば、結局、ルート 3-t2 乗引くルート2という風になるわけです。これで、x イコール t で切断した時のね、扇形の半径がこちら、ルート 3-t2 乗マイナスルート2。で、中心角が135度ということが分かったので、今回ね、括弧1からはみ出たところをまず求めたいわけですね。その断面積っていうのは、ね、πr 2乗。r っていうのが先ほど求めたルート 3-t2 乗マイナスルート2と、これの2乗かける中心角が135度なので360度分の135度と、これを計算すると8分の 3π 括弧5-t2 乗マイナス2ルート2かけるルート 3-t2 乗という風になって、これを一旦ね、0から1まで積分したものを求めていきましょう。これを計算すると、まず8分の 3π でくくり出すことができて、で、この5のね、積分は、計算問題ないですね。で、t2 乗の積分も簡単にすることができますよと。で、続いて、2ルート2かける、ルート 3-t2 乗の積分についてなんですけど、これはもう大丈夫ですね。円の方程式を表しているので、求めたいのは半径ルート3の円のうち、x が0から1。ここの赤い部分の面積ですね。これを求めるときは、このように2つに分割してあげて、ここの角度っていうのが、今ね、問題文で、sinα イコールルート3分の1を満たす実数 α を用いて良い。で、それって、ここなんですね。ということで、この面積っていうのは、底辺が1、高さがルート2の直角三角形。すなわち、面積は2分のルート2に加えて、この扇形、半径がルート3。だから、2分の1かけるルート3の2乗かける中心角 α と、このように求めることができるわけです。これをね、丁寧に展開してあげると、8分の 3π、かっこ3分の8マイナス3ルート 2α みたいな感じになるのかな。これが0から1まで積分したものという風になると。よって、答えっていうのはね、まず、括弧1の体積、領域の体積 V っていうのに、はみ出た部分、これですね。0から1まで積分したもの。これ何個分かというと、今0から1まで積分したということは、こっからここまでですよね。対称性よりマイナス1からね、0まで積分したものも、同様に、これと同じ形になって、で、さらに、奥、手前、右、左、これも全部対称なので、結局これを8倍してもの。これをね、足してあげればいいわけですね。括弧1で求めた V っていうのが、3分の20プラス3分の2ルート 3π と。で、8倍するところの8分の 3π。だから結局、3π かけるところのこの括弧の中という風になるので、これを展開してあげて、答え3分の20プラス3分の2ルート3プラス8マイナス9ルート2アルファパイと。こういう風に答えを出すことができるわけです。よろしいですかね。この問題のね、括弧2のポイントっていうのは、まず状況をちゃんと日本語に翻訳していくこと。その上で、この P っていうのが領域に含まれるのかっていう逆造法的な発想っていうのを持ってきてあげて、
結局、最短距離がルート3以下になればいいのかっていう風に考える。で、その上で最短距離の一番簡単な問題、この問題ですね。を思い出してあげて、この発想と同じことをこの問題に適用するとしたらどうすればいいのかなっていうことをちゃんと見抜いていくこと。これが分かればね、あとは扇形だっていうことが分かって、あとはそれをね、うまく図形的に解釈してあげれば、しっかりとこの半径と、中心角っていうのは簡単に求めることができるので、あとはそれ計算して積分して答えを求めていくと。こういう発想なわけですね。この問題を通してぜひね、基本的な問題の考え方っていうのをどう流用すればいいのかっていうことを考える。この重要性、この思考過程っていうのをね、押さえてもらえたらいいなと思います。ということで今回2023年難問ランキング第1位の問題を解説してきたんですけど、2024年もね、どんな難問に出会えるか僕はワクワクしています。どんなね、難問が出てきたとしても立ち向かえる思考力を身につけたい方は、徹底基礎講座、あるいは徹底演習講座が開講してますので、ぜひね、概要欄の方からチェックしてみてください。スターディは2024年もどんどん進化していきます。2024年も引き続きよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。